皆さんこんにちは。毎日本当に暑いですね。もう外に出るだけで体力が削られてしまうので、ここ最近は予定がない時は無理に外に出ず、家で本を読もうと割り切って過ごす日が多くなりました。皆さんはどんな7月を過ごされましたでしょうか？私は先日お届けした夏の文庫フェアの爆買いに始まって、京都への読書旅に行ったり、さらには抽選で当選した川出書房新社さんの第1回川出書店へ行ってきたりと、7月は個人的に本にまつわるイベントが盛りだくさんで、まさに読書ライフを全力で楽しんだ1ヶ月間になりました。そんな1ヶ月を過ごしたこともあって、今月はとにかくお迎えした本がたくさんあります。最初は今月の読了本と購入本を一緒にご紹介しようかなと思っていたんですが、あまりにも多くなってしまいそうなので、今回は7月の購入本紹介にギュッと絞ってお届けしようと思います。最近は読む量より買う量が多くなっていて、積読本がどんどん増えていっているんですが、今は蓄える時期だと思って本棚を充実させる日々を過ごしています。そんな私の購入本紹介に今週もぜひのんびりお付き合いいただけたら嬉しいです。早速始めていきましょう。7月に買った本は合計で25冊でした。こちらの夏の文庫フェアについては以前の動画でお話ししているので、今回は省きます。ということで、まずは先日京都の本屋さん巡りをした際に買った本からご紹介していこうと思います。今回は4つの本屋さんを巡ったんですが、その中で今月一番の推し本を見つけたので、まずはそちらをご紹介させてください。それがほほほ座で購入したこちら、寺井直美さんの日々のあわあわです。カバーもめちゃくちゃ可愛いんですが、中身もとっても面白くて、これはもう即決でした。著者は歌人でありエッセイストでもあり、そして土人形作家でもある寺井さんという方で、この本はオノマトペをテーマに短歌もエッセイも、そして土人形も楽しめる一冊となっています。目次がこんな風に全部オノマトペで、もうこれだけでワクワクしてくるんですが、冒頭では宮沢賢治の物語に出てくるオノマトペについて語られるところから始まっていて、私も宮沢賢治の作品のオノマトペが大好きなので、まずはそこでぐっとつかまれました。その後も例えば最初のピロピロというお話では、最近食べたラーメンの麺をどう表すかについて、ピロピロな麺が最適だと考えたり、自分はラーメンにニボニボ感を求めていたのだと気づいたり、読んでいると本当に面白くて、日常の小さな悩みが吹き飛ぶくらい自然と元気が湧いてくる本だなと思いました。ところどころにこんな風にカラーページが挟まっていて、ここにはオノマトペが入ったあわあわ短歌というのが載っていたり、土人形の1体ずつにもいろんなオノマトペの名称がついていたり、日本語の音の面白さを存分に味わい尽くせる楽しい一冊だなと思って出会えて本当に良かったです。ほほほ座は今回巡った本屋さんの中で一番好きだなと感じて、他の本屋さんでは見かけづらい気になる本が本当にたくさんあったので選ぶのが大変でした。他にも3冊ここで買ったのでご紹介していきます。1冊目はさまつじ研究の第11号特集自由に生きてみたです。こちらは日常のささやかなテーマを深掘りしたエッセイや座談会などが掲載されているリトルプレスなんですが、特集タイトルに惹かれて初めて購入をしてみました。今年の5月に出た最新号みたいで、目次にはないことの心地よさや自由に生きる方法だったり、個人的に気になるタイトルや読んでみたいエッセイがたくさん詰まっていそうな感じです。調べてみると過去の特集も結構気になるテーマのものが多かったので、ここで見つけられてよかったなと思います。オンラインでも買えるのと、ホームページには取り扱っている書店も明記されていたので、気になる方はぜひ調べてみてください。2冊目は相田東司さんのあなたがいたから45の独立書店を巡る旅です。映画評論家とライターである著者の相田さんが自費出版した本を扱ってくれている全国45の独立書店を実際に訪ねて、
そこで感じたことを綴ったエッセイです。全国の独立書店にもっともっと行ってみたいなと思っている私にぴったりの一冊だと思って買ってみました。3冊目は青野圭さんの菜の花食堂のささやかな事件簿です。これは7巻まで出ているシリーズものらしいんですが、今回ほほほ座で初めて見かけて、ランチ酒やキッチン常夜灯に次ぐ美味しい小説のシリーズものを見つけたかもと思って、まずは第1巻を買ってみました。シリーズの内容としては、美味しい野菜料理と日常の小さな謎解きが楽しめる大和文庫の人気ハートフルミステリーということで、オーナーのやつこ先生が営む食堂を舞台に心と体を癒す優しい物語が描かれているそうです。見てくださっている方は結構美味しい小説が好きな方が多いのかなと思っているので、また読み終えたら感想をお伝えしたいと思います。あとほほほ座では記念にこのステッカーも買ってみました。続いてカモネギ書店では2冊購入してきました。まずこちらは桜林直子さんと土門蘭さんの共著であるそもそも交換日記です。私の好きな方のお一人である桜林さんが書かれているということで、以前から興味があった本なんですが、この前死ぬまで生きる日記を読んで、土門さんもすごく素敵な方だなと思って、より一層読みたくなっていたタイミングで見かけたので、思わず購入しました。こちらはさくちゃんとらんちゃんの1年の交換日記を綴ったもので、そもそもから生まれる疑問に対して見つめて、それぞれが自分の言葉で記していったものが詰まった一冊です。始まりの1往復分だけ読んでみたんですが、交換日記なのでどんどん次の手紙につながっていく性質上、次へ次へとページを読み進めていきやすいのと、お二人の文章がとっても心地が良くて、冒頭からこれは最高の一冊になるぞと確信をしました。もう一冊は詩人の西尾勝彦さんののほほんと暮らすです。これは詩的な実用書とのことで、私はこの帯に惹かれたんですが、例えば歩くだけ、ただいつもの道をゆっくり歩くだけで見える景色が変わる、世界が変わるのは本当に簡単なことという言葉と、西尾さんのこの本にはいろんなところにのほほんとなるスイッチが入っていて、持っているといいなと思いますっていう言葉を読んだだけで、なぜか少し自分の周りを流れる空気もゆったりとした気がして、心が焦ってしまっている時とかに読むと良さそうだなと思って思わず手に取りました。続いては有名な経文社一条辞典で購入した本です。この書店は2010年にイギリスのガーディアン誌によって世界で一番美しい書店10に日本で唯一選ばれたことで、世界的にも注目された本屋さんで、とっても素敵な空間でした。ここではこちらの2冊を購入しました。まずは川崎明子さんの隣の畑は青々とです。これもこの帯の羨ましさもままならなさも飲み込んで、これはこれでいいじゃないかという言葉に惹かれて手に取りました。本の紹介文には人間の愚直な生き様を描き続ける元酪農家の著者川崎明子さんによる地元十勝を舞台にした農業×家族×生き方小説とあって、もうこれだけで中身がぎっしり詰まったお話なんだろうなということが伺えます。誰もが悩みを抱えながらも隣の畑を過度に羨むのではなく、自分の土を耕し静かに明日へと踏み出そうとする姿がみずみずしく描かれるとのことで、ラスト20代の今読みたい本だなと思って期待しています。もう一冊は芹沢桂さんという方の意地でも旅するフィンランドです。これは旅エッセイになるんですが、すでに読み終えました。旅エッセイって個人的には結構夏に読みたくなる気がしています。著者の芹沢さんは旅行が大好きなフィンランド人の旦那さんと結婚をしたフィンランド在住の方なんですが、旅行中に次の行き先のチケットを予約しつつ、数週間単位で旅行に出かける様子が描かれていて、真の旅行好きを目の当たりにできるエッセイでした。私は旅行自体は好きなんですが、パッキングとか生活リズムが崩れる感じはそんなに好きではなくて、もちろん自分で体験する旅行に勝るものはないと思っているんですが、本を開くだけで気軽に著者と共に世界中を楽しめる旅エッセイっていうのはやっぱりいいなと思いました。
この本自体は主に日照時間が短い冬に太陽を求めて暖かい国や泳げる国へ旅行に行くお話が多いので、冬に読むのもきっと楽しいと思うんですが、フィンランドという国のイメージがそうさせているのか、どこか涼しげな感じもあって夏にぴったりな一冊だなと思いました。書店巡りの最後には大垣書店の京都本店にも行ってきました。こちらでは本は買わなかったんですが、このしおりを購入しました。ここにも書かれている通り、実に当たり前のことなんですが、このフォントもなんかいいなと思って、これから本に挟んで使っていこうかなと思います。続いては川出書店で購入した本をご紹介していきます。川出書店は川出書房新社の実際の社屋で時折開かれる完全予約制の小さな書店なんですが、初回のトークイベント兼来店申し込みをしていて当選させていただいたので行ってきました。合言葉はとにかく本の話を続けようらしくて、すごく素敵なコンセプトだなと思います。今回は藤沢修さんと武田砂鉄さんのお二人による今本を書く理由、読む理由というテーマのトークを伺ったり、川出文庫の黄色い背表紙が詰まった本棚の眺めも最高で、とっても楽しいイベントでした。チケットには好きな川出文庫2冊分が含まれていたんですが、当然2冊で収まるはずもなく、しっかり残りを購入して合計6冊入手してきました。ラインナップはすでにショート動画の方でも上げているので、今回は選んだ理由をサクッとご紹介していけたらなと思います。まず1冊目が山崎直子らさんの指先からそうだです。これは武田砂鉄さんが川出文庫のおすすめの一冊として取り上げられていたので購入してみました。武田さんはこの山崎さんの文章を読むと書く覚悟が伝わってくるとおっしゃっていて、この本の裏にも書くことも読むこともしびれるほど好きな著者が送るシュワッと弾ける言葉たちとあるので、ぜひこの夏に味わいたいなと思って選びました。続いては木更泉さんの夕べのカレー明日のパンです。今回の書店には川出の社員の方のおすすめの本コーナーがあったんですが、そこでおすすめ本として何人かの方が挙げていたのがこの本だったので選んでみました。木更泉さんはドラマ「のぶた」をプロデュースの脚本家さんなんですが、夫婦でのペンネームらしくて、お二人で一つの作品を作られている方なんだそうです。あとつい数日前にお母さんから2冊本の写真が送られてきて、この本面白かったよって言っていたうちの1冊がこの本で、私もこれ最近買ったところだよってなって、すごい偶然な出来事もありました。3冊目は綿谷りささんの嫌いなら呼ぶなよです。これはインスタグラムでもいろんな方が面白いとおっしゃっていて、カバーも印象的で前から気になっていた本だったので、今回ようやく手に入れることができました。綿谷さんといえば夏の文庫フェアで購入したパキパキ北京を読み終えたんですが、これが爽快でめちゃくちゃ面白くて、こちらも一層開き直って人生のリミッターごと外せと書かれていて面白そうだなと期待しています。4冊目は岡野大二さんのユニバーサリーアニバーサリーです。これも発売されてから本屋さんでも SNS でもよく見かけていて、想定の可愛さに惹かれて気になってはいたんですが、今回サイン本があったので今だと思って購入しました。今の自分が短歌を味わい尽くせるのか若干不安はあるんですが、見た目から入るのもいいきっかけなのかなと思って、最初にご紹介した日々のあわあわの短歌とともにこの夏は短歌も楽しんでみようかなと思っています。5冊目は芥川賞の候補作となった八木恵美さんのアンチグッドモーニングです。候補作でもあったので読んだことがある方も多いかなとは思いますが、この帯の仕事のチャット通知に追い立てられ自分を失った私、ポジティブ至上主義の現代社会に反逆する不眠アドベンチャー長編っていうのが、これまでの私の仕事を思い返すと刺さりすぎて、しかも私は睡眠がめちゃめちゃ大事な人なので、不眠文学というジャンルに興味を持って購入してみました。最後はスピンの最終号です。スピンは川出書房新社が創業140周年のカウントダウン企画として創刊した
16号限定のオールジャンル文芸機関誌で6月29日発売のこちらが最終巻とのことで買ってみました。こんな感じでたくさんの書き手さんの文章が詰まっていて気になるお名前がかなりあったので、こちらに藤沢さんと砂鉄さんのサインを入れていただくとともに購入しました。ゴートもそうなんですが、いろんな方の文章に一度に触れられる雑誌もすごくいいなと思って最近興味が出始めています。最後にネットでの購入本を一冊ご紹介して終わりにします。それが早坂大輔さんの僕にはこれしかなかったです。40歳を過ぎて岩手県の盛岡市に小さな本屋さんブックナードを開いた店主が綴るご本人の物語を描いた自伝的エッセイです。これは電車の中で本を読むの中で紹介されていた一冊で、一部をピックアップして読むんですが、銀行からお金を借り東京とニューヨークで本を買い付け、生まれ故郷ではなく自分の好きな街で本屋を始める。こう書くといかにもかっこいいスマートな生き方のように見えますが、本書の魅力はその日の部分ではなく影の部分です。最初の起業の失敗、売上ゼロの日々、妻との離婚、こうした人生のいわばネガティブな部分を丹念に描くことによって本書はまるで小説のような味わいを読者にもたらしますというふうに書かれていて、こういう誰かの重みのある経験を読みたいなと思って買いました。ちなみにこのブックナードは先ほどご紹介したあなたがいたからの本でも取り上げられている本屋さんで、最近は読んだ本や買った本がいろんなところでどんどんつながっていくのも面白いなと感じます。ということで今回は7月に購入した本についてご紹介しました。最近は読みたい本が本当に多すぎて困っているので、読むスピードを上げていきたいなと思っているんですが、どうやったら早く読めるようになるのかコツがある方がいたらぜひ教えてほしいです。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。バイバーイ。熱中症には気をつけてください。